はい、今回はですね、ネクター社からリリースされているソフトシンセ、ボルトについて解説していきます。当製品は倍音の加算をメインとしてサウンドを作成していくハーモニックシンセというところが特徴となっています。この倍音のコントロールはこれらオシレーターセクションから行います。派手なリードサウンドからパッドサウンド、効果音など幅広いサウンドに対応します。シンセのパートをすべてボルトで作成したデモを用意しましたので、一度ご確認ください。それではこの中のトラックを使用して解説を進めていきます。ここではですね、このアルペジオフレーズを使用していきます。ボルトのウィンドウなんですけども、この右端ですね、ドラッグすることで、このようにリサイズが行えます。プリセットはこの上部分ですね。一度サウンドを再生しながら行ってみましょう。クリックしますと、このようにカテゴリーに分かれています。ベース、プラス、効果音、リードなどですね。希望のプリセットをクリックすると、このようにプリセットが呼び出されます。そして選択したプリセットを基準に左右の矢印からプリセットの前後を切り替えることもできます。またですね、サウンドの中にはこちら Waves とありまして、基本波形ですね、ソーウェーブ、サイン、スクエアなども用意されています。ここではリードサウンドのアーリーリード 3AM を選択してみます。このようなサウンドですね。オシレーターは1と2の2機搭載されていまして、このように同じ波形を読み込んでいます。このフェーダーを上下してボリュームバランスを決めることができまして、トータルのボリュームはこの中央のノブからコントロールします。そしてパンも備わっていますので、例えばサウンドをですね、左右に振るといったコントロールも簡単に行うことができます。また、このですね、ボリュームフェーダーの隣、サチュレーターのような歪みが付加されます。これによってサウンドを太くしたり、楽曲になじませるというような効果が期待できます。このオシレーターの文字をクリックすることで、簡単にオンオフを切り替えることができます。それではこのボルトをコントロールする上で最も大切なオシレーター部分を見ていきます。冒頭にお伝えしたように、必要な倍音を加えることでサウンドを作っていきます。よって通常のシンセに搭載されているフィルター、これが排除されている形です。リバーブが入っていると少し分かりづらいかもしれませんので、効果を外しておきます。まずこのハーモニクス、これをですね、高めていくことによって、サウンドに対して倍音が加えられていきます。このロールオフを上げていくことで、サウンドの中の高い倍音が強調されていきます。広域が強調される形になります。そしてノイズ、こちらは言葉通りなんですけども、サウンドにノイズを加えます。サウンド SE、効果音にも使えそうですね。ノイズもこのハーモニクスの影響を受けます。ノイズの値を控えめにして、サウンドを補強、厚みを与えるという使い方もできます。このオッドボタンをオンにしますと、偶数倍音がなくなり、パルス、スクエアのサウンドに近づきます。インバートは波形を反転させます。他のオシレーターや後に解説する FM、この辺りの組み合わせでサウンドが変化します。ディープを有効にすると、高い倍音に向けて音量が下がる形となります。耳につくサウンドを抑えるなど、ローパスフィルターのような働きとなります。この辺りを調整してサウンドを作っていくという形になります。次にこの下3つのパラメータを確認していきましょう。このシフトは MIDI の演奏を半音単位で変更します。1で1半音となりますので、現在マイナス12。実際のピッチから1オクターブ下げて演奏していることになります。これを動かしていきますと、半音ずつ上がっていきまして、元のピッチがこちら0。もちろん高くすることもできます。例えばこちら0にしておいてオシレーター2を有効にします。オシレーター2のピッチを5半音下げれば、このように5度の関係になります。
もしくはプラス7ですね。このように演奏されるノートにハーモニーを与えることもできます。で、チューは半音より細かいセントという単位が使用されていまして、1で100分の1半音となります。マイナス50からプラス50の値で調整します。例えば、オシレーター同士のピッチをわずかに変更することで、コーラスのような厚みを与えることもできます。そしてこのサブオシレーターは1オクターブ下のピッチを加えてサウンドに厚みを出します。値を上げていくほどサブオシレーターのボリュームが大きくなっていくという形となります。またこのボルトは FM 機能も搭載しています。これを使用するにはこの FM ボタン点灯させまして FM の効果量を調整します。この際ですね、シフトを変えることでこのようにですね、自身のオシレーターで変調を加えることができます。過激なサウンドや効果音などに役立ちます。またオシレーター2を使ってオシレーター1を変調させるということもできます。この場合ですね、まずオシレーターを有効にしまして、この XM を点灯させます。FM と同時に使用することができない点にご注意ください。この段階でオシレーター1はオシレーター2の影響を受けて変調します。そのためこちらボリュームを下げていったとしても、このように効果を与えることができます。このように面白いサウンドを作ることができるんですけども、例えばプリセットを選んでピッチを動かした時に、このような効果を出したくないといった時は、このボタンをオフにする必要があります。はい、といった形でネクター社、ボルトの解説を行わせていただきました。まずはサウンドを作っていく中で非常に重要なオシレーターセクション触れてきました。次回は各オシレーターに搭載されたボリュームエンベロープ、そしてモジュレーションエンベロープと LFO、このあたりを使ってサウンドメイキングご紹介していきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。